はい、皆さんこんにちは。今回はね、このスパリー様の、LED の、私のエブリのね LED カーシリーズということで、今回最終回となります。で、今回やる内容はね、室内のルームランプ、室内灯の方ですね、取り付けしていきたいと思います。で、これね、ものすごい明るいスパリー様のね、LED 投光器、こちらがあるんですけども、私ね、これ1個はね、必ず車に常備してます。中で使う時とか、あと外でね、何かあった時にすぐ使えますんで、これね、準備しております。で、これプラス、室内灯の方をね、交換していくんですけれども、まずね、私のエブリ、室内灯純正で2種類ございまして、これT10 ウェッジバルブ、これね、室内灯を使ってますんで、これをね純正と交換していきたいと思います。前回ご紹介したようにこちら10個入りとなってますんで、私はね4つしか使わないんですけれども、10個あればね1台分余裕で間に合いますんで、これ1個あればね、十分かなと思います。はい、こちら T10 ウェッジバルブを、2つ純正で使います。で、さらに今回は、ちょっと DIY でですね、LED のルームランプ、こちらをねちょっと追加で取り付けしていきます。で、何をつけるかっていうと、これですね、スパリの LED のルームランプ、これ汎用品だと思うんですが、これがあります。で、これをね、DIY で配線をね、引っ張って取り付けしたいと思います。中身をねちょっと出してみます。はい、じゃじゃーんと、これですね。はい、 LED のルームランプ、作業灯みたいなやつですね、2つ入ってます。すごいね、これ明るそうで、こちらに、LED の、配線の方がね、来てますんで、これにね、加工して取り付けをしていくという感じになります。はい、そしてね、両面テープがこれね、こんな感じでつくのかな、付属してきておりますね。はい、あとはね、これ延長ケーブル、これもねついてきてます。これありがたいですね。自分で準備しなくていいので、これあればね、大体はね届くんじゃないでしょうかね。つける場所にもよりますけれども、私はねこれ荷室につけます。貨物車ですんで、荷室をね探したりとかね、作業する際に純正のルームランプだけじゃやっぱ暗いんですね。こういうのがねあればいいんですけれども、わざわざねこういうのをつけなくても、もう自動的にね自分でパチッとつけれるように、据え付けたいと思います。固定してね。で、これをね延長して車から電源を取って、これを光らせるという風な感じになります。はい、内容物はね以上ですね。あとエンブレムが入ってきてて、2つついてますんで、今回はねちょっと1つだけつけますけれども、2つあるので、例えばハイエースみたいな大きい車、あとトラックとかね、トラックの運転席の助手席の上にね、こうつける、大体ね純正でついてると思うんですが、オプションでねこういうのをつけたいとかね、いう方とかは非常に便利かなと思います。はい、もう両面テープもついてきて、で配線もついてきて、あとはねもう自分で配線加工するだけです。もうものすごい簡単ですね。はい、じゃあこれをねちょっと試しにつけていきたいと思います。はい、じゃあまずね簡単なところから、ルームランプ、これなんですけれども、これをね交換していきます。今ね純正の暗いこのね、オレンジ色に光る純正の暗い豆電球がついてますけども、これがね、これと同じ、T10 のウェッジバルブになりますんで、それをね交換していきます。今熱いかな。はい、じゃあ今こんな感じで外しましたんで、これを入れていきます。はい、試しに光らせます。おー、明るい。これ明るいね。はい、これちなみに、逆にしても、はい、点灯します。スパリーはね無極性ですんで、左右逆にしてもねつきます。プラスマイナス関係なくつきますんで、とてもね作業効率がいいです。はい、でこれねあとでさはめるだけで終わりですね。はい、これはねまたちょっと暗くなったらね中の方ねお見せしたいと思います。こんな感じでね、交換できました。はい、じゃあ次にね荷台なんですけども、こちらねこちらにあります。これも1回消して、これもね取り外します。これもねフロントと一緒でね、ほんと T10 のウェッジバルブ1個だけしか入ってないので、本当にね暗いんですよね。
はい、熱っ。これねほんとやけどするからね、気をつけてくださいはい、じゃあね冷めましたんで取り外します。こんな感じで引っ張るだけでね、交換できますんで、ここもねそのまま入れていきます。はい、 OK ですね。はい、こんな感じでつきました。明るいね。多分これね夜照らすと結構明るそうな感じです。はい、で一回ねオフにしておきます。はい、あとねこの LED のルームランプなんですけど、どこにつけるか迷ったんですが、ここのねバックドアにつけます。こうやって内側にねこうやってつけることにします。でそうするとバックドア開けた時もねここ下を照らしてくれますし、閉めればね中の方を照らしてくれますんで、今回はねちょっと1個だけの取り付けなのでここにしてみます。で、これ閉めた時にここのウェザーストリップってねこのモールがあるんだけど、それにね接触しないように気をつけないといけないです。なのでね閉めた時にねこんな感じで試しにねどこが当たるか、ここにはねラインがついてますんで、ここにね当たってたっていうのが分かるんですが、これより内側にね取り付けの方します。水が入ってきますんでね。はい、でこんな感じでします。じゃあ一回ねこれ両面テープでつけていくんですけれども、この金具どうしようかな。これいらないね。これちょっと外そうかな。はい、で今回ね準備したのはちょっと工具をね使いますんで、こんな感じですね。はい、これ端子をねかしめたりする電光ペンチね、これも同じですね。これ圧着タイプのロックするタイプのね、圧着ペンチです。あとこれがね前回ご紹介しましたカイウィーズの、ワイヤーストリッパー、KWS103 これね。あとテスター、これベンラブさんでねご紹介しましたマルチテスターね、こちらになります。立派なやつね。はい、あとできれば持ってればねこういうギボスタンスとかエレクトロタップとかね、あとこういったねクランプケーブルクランプとかね、こういったの持ってると配線をね後で最後に始末したり処理するときにね、楽になりますんで、こういったものね、はい、準備しておくといいかもしれないです。私としてはこのエレクトロタップ持ってますけどもあまりおすすめしません。後でね接触不良になる可能性がありますんで、できればねかしめたりとか、そういったタイプで使った方がいいかなと思います。はい、あとね熱収縮チューブとか使いますんで、ちょっとね今日持ってきてないかな。そういったのもあるといいと思います。あとねこういう配線の結束、これなんつうんだっけな、こういう配線を保護するためのね、やつがございます。コイル型結束バンドって書いて、バンドではない、そういうのねこういうのあります。あとこういったねコルゲートチューブ、こういったものでね配線保護したりしますんで、こういったものもあるとねいいかなと思います。あとはねこういうクッション材ね、こういうのもね配線を固定したりとか、配線をね、傷つけないようにねしなきゃいけない場合にこういったものもね有効になりますんで、あればねこういったものも準備した方がいいかなと思います。スポンジテープとかでもね対応できますんで。はい、じゃあね早速取り付けしていきます。じゃあちょっと下準備としまして、これねついてきたこの配線これを使いますんで、これをちょっとね接続していきます。で接続するのはね、これちょっといらないな、これ取ろっか。はい、でこれにね配線を延長していきますんで、どっから取り出すのかね。これにねちょっと延長するためにここを加工していきます。はい、じゃあこれねただのプラスマイナスの配線だけになってますんで、どうしようかな。こっちもね配線が切れてます。こういう風にストリップされてるんで、これをね一回ちょっとね外します。片側はね外します。はい、ちょっとこれ長いね、ちょっと一回切り直そうか。じゃあこれで一回切って、ちょっとだけね先端の方ねめくっていきます。こんな感じかな。すごいね、やっぱ綺麗に切れます。ストリップがねとても綺麗です。
はい、じゃあこんな感じで、配線の方めくりましたら、今回はねこれ、ちょっとね今日重要なカシメ用のねプライヤーをね忘れたので、皆さんにもできるちょっと簡単なやり方で、やっていきたいと思います。でこういう風にねつける場合ね、もう配線をね私多分これ外さないので、外すっていう方はこういったギボシ端子とかをね、使ってでいつでもねこう脱着できるようにするっていうのもありなんですけども、私は多分これ外さないので、これをねもうかしめます。でハンダ付けとかしてもいいんですけどね、はい、ハンダ付けはしないでやっていきます。でこのギボシ端子、これをねちょっと下のかしめ部分ここだけをね、ちょっと切ります。でそうすると、こんな感じになりますんで、これを使って配線をかしめていきます。その前にねあとこの熱収縮チューブ、これもね使います。これね必ず入れた方がいいと思います。ちょっとね熱収縮チューブね、私ちょっと今日セット持ってくるの忘れたから、あんまりねサイズが合うのないんだけど、まあいっか。で根元もいらないのでもうこれだけにしました。はい、ギボシ端子のねこのかしめるとこだけ、これだけにしました。これでねつないでいきます。ちょっとねこっちも短いからこれもちょっとねストリップしましょうかね。はい、こんな感じでね長くしました。じゃあこれをねつないでいきます。ちょこっとねこう手で締めていきます。はい、じゃあ手で巻いたらねこれをつけていきます。これでねかしめます。はい、もうこれでねしっかりくっつきましたんで、本来はね専用のねこういうスリーブがあるんですが、これをねかしめるためのプライヤーを今日すいません持ってきてなかったので、ちょっとねこれでやりました。はい、じゃあね反対側もねこの手を使ってやっていきます。はい、じゃあ両方終わったらねこれ収縮チューブなので、ライターとかねヒートガンとかで炙って、仕上げます。ちょっと私はねいつももうライターでやっちゃうんですけども、焦げないようにね気をつけてやります。あれ、はい、そうするとねこうやってピタッとね絶縁できますんで、これで完了です。これがね、一番結構シンプルなやつになるかと思います。はい、じゃあこれをね、ちょっと固定して両面テープでね貼り付けして固定していきます。はい、じゃあねちょっと横から、配線を出せるようにちょっとね穴を開けていきましょうかね。もともと穴開いてないんですがちょっと穴を開けていきます。はい、じゃあ今ね穴ちょっと大きくしてこれ開けましたんで、ここを通していきます。これをね一回ね全部通します。でこれはね汎用品なので、その車に合った取り付け方をねしないといけないので、こういう穴開けとかもね自分で必要だと思ったらねやってもいいと思います。あとねそのままやらなくてもね、横からこうビロって出せるんですが、ちょっとかっこ悪いのでちょっと私の場合はね出そうかなと思います。はい、そうするとねこんな綺麗な感じでね横から配線が出てくれますんで、これでね一回ちょっとバックドアの方に固定していきます。はい、じゃあここね、今両面テープで、取り付けしましたんで、配線をねこういう風に一回中の方にね持っていきたいと思います。ここで今コルゲートチューブかぶせましたんで、このコルゲートチューブを使ってねでこういった配線のクランプ、これを使ってね、固定していきます。はい、で今ね、こんな感じで中を通しまして、ここまで来ましたんで、私がねちょっと測ったんですが、このバックドアの中のねこの配線に常時 12V 来てる配線がなかったんですね。
通常ねこのワイパーとかねリアワイパーとかに来てるんですけど、この車はちょっと来てなかったので、もうしょうがないのでね、こっから今度この中を通して、このね、蛇腹のゴムのブーツ通して中の方にね配線を持っていきたいと思います。ここはねちょっと一番の難関になります。で配線がねちょっと届かないのでこれ延長します。はい、じゃあ今ね、この LED のルームランプから来た配線を、これね基母子端子一応脱着できるようにね基母子端子をつけて、同梱されてたもう1個の配線にね延長しました。でこれをねバックドアの中を通してここの蛇腹のここの配線のブーツのとこまで持ってくるんですけども、ここはね難しいんですが、今日ねその配線通すをね、工具を持ってくるの忘れました。でここちょっとね厳しいんですけども、まあちょっとなんとかしてね通していきたいと思います。ここにね、ブーツを外すとこんな感じでね、配線が見えますんで、この配線をね傷つけないようにここからね、物入れてあげて中を通してあげます。で誘導するためにちょっとねこれいけるかな、 F ケーブルがあったのでこれちょっと使ってね入れてあげて、それで引っ張り出したいと思います。できるかな、ちょっとやってみます。はい、もうねちょっと F ケーブルではねラチが開かなかったので、電気工事用のね通線ワイヤーねこれ通しました。今ここからね入ってこのバックドアの中を入ってここにワイヤー出てます。でこれにね、この配線の先端をくくりつけて、引っ張り出すとここまで来ますんで、ちょっとね中の方通していきます。はい、じゃあ今ね、ここから配線が出てきましたんで、ここはね、もうある程度こう配線を固定して、カバーをねもう閉めていきます。はい、じゃあ今ねカバーを閉めましたんで、こんな感じでね、純正のこのリアデフォッカのね、配線と一緒に入れてあげます。でこの中を通して今ここから出てるんですが、ここからね今度室内に持っていきます。でこの蛇腹のブーツをね、中を通して、そっちに持ってってここのねルームランプここにね接続しようかなと思いますんで、ちょっとその作業をねしていきます。モールをねちょっと外して、ライニングをねちょっと浮かべてね、そこからねこの蛇腹のブーツの中を入れていきたいと思います。はい、じゃあ今ね配線が、このねブーツの中を通って、この中を通ってね、今ここに出てきました。はい、じゃあね一回ちょっとこのブーツをね復元します。エブリの場合ねちょっとここにプラスチックの、このブーツにかぶさってるね、プラスチックの部品があるので、ちょっと爪とかね壊れないように気をつけながらね外して、取り付けの方もね、ちょっと慎重にやってもらった方がいいと思います。はい、じゃあ今ねブーツの方復元しましたので、これをねあと中の方をこちらのルームランプをね一回外してそこまでね通線したいと思います。はい、それじゃあね、今ここまで配線通しましたんで、これにね、決線していきます。でここからね分岐させるんですけれども、青と白と黒ありますんで、どこにね 12V が来てるかっていうのをまず確かめます。常時 12V 来てるやつにね、ちょっとつけたいかなと思います。はい、じゃあね、真ん中のね白い配線がね、はい、これがね常時 12V 来てる電源になりますんで、これとあと黒の線ねこれがマイナスなので、これにちょっとこの配線をねつけていきたいと思います。はい、じゃあね、これの黒と白の配線に、このルームランプね LED のルームランプから来た配線を割り込ませるんですけども、今回はねエレクトロタップは使わないで、さっきと同じね基母子端子のカシメ部分だけを使ってやりたいんですが、この配線をね切りたくないので純正の配線ねなのでここはワイヤーストリッパーで剥きます。ちょっとねやってみますね。はい、じゃあ今ね、なんとかここの方ね
復元しまして、端子の方をね取り付けしました。はい、じゃあこれでね一回ちょっとルームランプ戻していきます。はい、じゃあ今ねルームランプの方が、純正のルームランプの方つきまして、でこれがね、後付けした LED のルームランプ、これねちょっとつけてみます。横にねスイッチがありますんで、これを押してみます。おー、これはねすごい明るいですね。あ、これは明るい。バックドア開けててもね中の方結構照らしてくれますね。おー、ちょっと見てるだけでね結構明るいです。はい、これはねちょっと期待できそうです。あとね、もし足りなかったらねちょっと中に付け足してもいいかもしれないですね。うん。はい、じゃあちょっとねまた夜にどんな感じになるのか、またね、夜に撮っていきたいと思います。はい、じゃあね夜になりましたので、日中つけたね、室内とルームランプの方ねちょっと見ていきたいと思います。ドアの方ねちょっと開けてみます。はい、あ、明るいですね。うん、十分純正の元々のねルームランプでもかなり明るいです。 LED になったおかげでね相当明るくなりましたね。室内の方も十分明るいです。こんな感じね、すごい。じゃあね大きい LED をつけましたので、これをちょっとね点灯させてみます。おお、すげえ。おお、これはすごいですね。はい、後ろまで全部照らしてます今ねルームランプ3つしかついてないです。純正の2つとね後付けした LED のルームランプ、それだけでね後ろの方まですごい見えます。こんな感じです。中もねめちゃくちゃ明るいね。こうやって作業するとかっていうのもね室内でちょっと作業したりとかっていう場合も十分見れます。わあ、これは明るい。ちょっとね閉めてみます。虫も入ってくるな。よいしょ。はい、こんな感じですね。やべえ、これすごいね。いやー、これはめちゃくちゃ明るいです。はい、それじゃあね今回室内とルームランプの方ね LED に変えて、で一つね大型のものを取り付けたということで、こういった貨物車とかね荷物を結構載せるような車ですと、荷台両スペースがね、結構暗かったりしますんで、こういった感じでね後付けするとかなり明るくなります。はい、いかがだったでしょうか。あとこちらのね商品のリンクの方ね概要欄の方に貼り付けしておきますので、よろしければね見ていただければと思います。はい、じゃあね今回スパリーさんの LED のバルブのご紹介でした。ありがとうございました。